皆さんこんにちは、ドジコです。2023年2月の下旬でございます。最後にもう一回だけ雪中キャンプをやりたいって思って滋賀県の牧野高原キャンプ場へ向かっております。2月に入ってから関西地区はずっと暖かい日が多かったのですが、この日はたまたまプチ寒波が来ております。雪も降っていますし、風も結構あります。このように時々晴れ間も出てきたり吹雪いたりと、なんか不安定な天気であります。おそらく今シーズン最後の雪中キャンプになるであろうと万感の思いを胸に臨んでおります。受付を済ませ、テント設営をする場所を決め、地ならしをしているところですが、スノーフィートというこれはすごく短いスキー板を履いています。こんな感じで簡単にすることができました。テント設営している間も風が強く吹いたり曇ったり晴れたりと天気は荒れ気味でした。風が強くてテントがうまく立ち上げられなかったり、車のドアを開けたら車の中に雪がすごい勢いで吹き込んできてみるみるまで積もっていってしまったりとか、悪戦苦闘しました。でも雪中キャンプで絶対やってみたいことっていうのが3つあって、3つともそこそこ雪が積もってなければできないことなので、今回それら3つともできるかもって少しワクワクもしていました。撮影しているカメラは何度も倒れるわ、車やテントの中にも容赦なく雪は入ってくるわという感じだったのですが、なんとかどうにかこうにか設営し終わり、またキャンプギアたちもテントの中へ無事に運ぶことができました。今回のテントは小川のタスト TC で六角形にしています。雪中キャンプとか冷え込みが厳しい時は六角形にして居住スペースを狭めてこじんまりとおこもりをすると快適です。それで今度寒さが緩んでくると七角形や八角形にして居住スペースを広げてゆったりと使うといいと思うんですよね。前回七角形で設営したんですが、だいぶ広さが違っていました。かなりスペースにゆとりありました。さて今回もテントの中はインナーテントを置いてガスストーブとテーブルと椅子を置いています。今回一つとても残念だったのは、この通りの悪天候がずっと続いたので焚き火を断念してしまったんです。私は薪ストーブを持っていないので、こういう時もし薪ストーブがあればテントの中で焚き火ができるし、暖かくもなるし楽しめただろうなって思いました。次の冬にはぜひ購入しようと思います。なんかおすすめの薪ストーブがあればぜひ教えてください。ノンアルコールビールを冷やしておいて少し散歩に行こうと思います。少し悪天候ですが、おそらくこの冬はもうこんなに降り積もる雪が降ることはないだろうなって思うと、今日ここに来れて雪中キャンプできたことはラッキーだと思いました。キャンプを始める前の私は毎年冬が終わって春が来るのを楽しみにしていたのに、今は冬が終わるのがとっても寂しく思ってしまう自分がいます。
真夏と真冬のキャンプを経験して、私はやっぱり冬キャンプの方がとても楽しかったし好きでした。思い切って雪中キャンプもやってみて、本当にいい経験ができたと思います。でもこれ以上の豪雪のキャンプは無理だと思います。こうやって雪だるまを作ったり、スキーをしに行ったり、雪で遊ぶレベルが私の限界だと思っています。やりたかったことの一つで、小さな雪だるまをテントの横に作ってみました。雪だるまを作れるっていうことは、それだけ水分を多く含んでいるっていうことですよね。昔サラサラのパウダースノーで雪だるまを作れなかったことがありましたので、今回は作れて楽しかったです。2つ目のやりたかったことは落書きです。車でもテントでも良かったのですが、いい具合にテントに雪がくっついていたので、テントに落書きしました。そして3つ目のやりたかったことは、雪に寝っ転がって自分の一肩を作るということです。やりたかったことが全部できてよかったです。さて夕方になってきたので、テントにこもり夕食の準備を始めます。外は相変わらず風と雪が結構激しいので、テントの中で暖かく過ごそうと思います。夕食は冬の定番、お鍋を作ります。美味しい、簡単、温まるで幸せな時間です。ノンアルビールを飲みながら一人で幸福感を満喫していたドジコですが、今日少し悲しいお知らせを聞きました。キャンプ場で受付をしていた時、この牧野高原キャンプ場の料金やシステムが一部変更になるらしく、私も購入させてもらっていた年間パスポートの販売もなくなってしまったようです。私は年パス制度を利用して何度もここに来させてもらってキャンプスキルをつけさせていただいたので、今はただただ感謝しかありません。微力ではございますが、こうやって発信して少しでもキャンプ場の新規開拓されているキャンパーさんたちに知ってもらうことでご恩返しをと思っています。夕ご飯を食べ終わると、キャンプ場の敷地内にある温泉に入りに行き、テントに戻ってからは DVD を見て過ごしました。今日見た映画は、日本では1989年に公開されたダイハードです。34年前の映画で映像がとても懐かしかったです。それでは今日はもうこれで寝ることにします。おやすみなさい。2日目の朝を迎えました。現在朝の6時半ごろです。風速7メートルの風が明け方まで吹いていましたが、今は風も止み、気温もマイナス2度ぐらいです。今日は晴れの予報で、これから気温がぐんぐん上がっていくようです。思えば日の出の時間もずいぶん早くなってきました。春が確実に近づいてきているのを肌で感じます。嬉しいような寂しいような、日本の春は出会いと別れの季節ですからね。今回のキャンプは雪中キャンプができて喜んではいるのですが、
でも少し心に重いものを抱えたキャンプとなりました。理由は2つ。1つ目はここの牧野高原キャンプ場が料金改定を余儀なくされたことを聞いたのがきっかけですが、他のキャンプ場も値上げしていたところもあったし、何よりも全体的に値上げの波が押し寄せてきているのを目の当たりにして、コロナの爪痕の大きさを実感しています。コロナが終わると元に戻るのではなく、時代が大きく変わっていくんだっていろんな人がおっしゃっていましたが、私もその通りだと思います。時代の変化に取り残されないように頑張ってついていかなとも思うんですけれども、正直面倒やなっていう方が大きいです。これまでも電話一つ取ってみても、ダイヤル式黒電話からプッシュフォン、そこに留守番機能やファックスがついてからのガラケー、そこに i モードが搭載されて、そっからスマホになって、その都度大変な思いしてきたのに、だいたい今までのパターンからいって使い慣れた頃に変わっていくんですよ。という冬が終わって暖かくなるとコロナも収束して世の中が大きく変わるんだろうなって思うと気が重くなるっていう話でした。そして2つ目ですが、このキャンプに来る 2,3 日前に入ってきたニュースで、ハリウッドスターのブルース・ウィルスさんが前頭側頭型認知症になったということをご家族が公表されたっていうことです。私はつい1年ぐらい前まで介護の仕事をしてまして、7年ぐらいやってきてて、正社員でしたから普通に夜勤とかもやってたんですよ。ですからこの前頭側頭型認知症の方もたくさん見てきたんですね。それでブルースさんそれになりはったんやって思って、ちょっと言葉を失いましたね。この病気がどんな風に進行していって最後命を終えていくのかっていうのが分かるだけに、最初の奥さんのデミー・ムーアさんと今の奥様とそれぞれのお子さんたち5人の総勢7名の連名で公表されたっていう、そのお気持ちがよくわかります。でも素晴らしいですね。愛されてたんですね、ブルースさん。脳の前頭葉側頭葉の細胞がどんどん萎縮していく病気なんですね。人間と動物の大きな違いは、人間はこの前頭葉がすごく進化していったので、理性を保って言葉を喋ったり考えたりできるようになっているんですけれども、そこの部分が壊れていくわけですから、早い話がどんどん人格崩壊していくことになります。お医者さんは患者さんの病気の進行具合と薬の副作用を考えながらお薬を処方されるんですが、劇的な治療法っていうのがないので病院に入院はできない。かといって家族でサポートするには手に負えなくなっていきますので、おそらくそういう施設に入られることになると思うんですね。その辺を考えた上の公表だったんだと思います。ご家族としてはブルースさんの尊厳とブルースさんが一番輝いていて充実していたであろう俳優人生を大切に守りたかったんだと思います。それで私もダイハードを借りて昨日の夜初めて見たのですが、34年前ヒットしてたのは知っていましたが、アクション映画は苦手なので今回初めて見ました。1989年というと昭和から平成になった年で、日本はバブル真っ最中の時でしたね。そしてダイハードの中でも日本企業がテロリストに襲撃され人質に取られていく中、
ブルース・ウィルスが反撃をするっていう話でした。仕事柄本当にたくさんの方を見とってきて、究極の人間の尊厳だとか家族の在り方、また家族がいらっしゃらないっていう方もたくさんおられて、そういう方たちは行政が淡々と対応されていくんですよね。そういうのを日常的に見ていたら、時々自分のメンタルが壊れそうになる時がよくありました。ソロキャンプをしてて焚き火を見ていると、その時の感情をよく思い出したりします。結局人って生きたように亡くなっていくんですよ。ですからブルースさんもきっとご家族を大切に思ってたくさん愛情を注いでこられたんだと思います。さてさて、楽しかった今シーズン最後の雪中キャンプもいよいよ終わりです。雪だるまも溶けていってます。次にこのキャンプ場に来るときはきっとお花見シーズンになると思いますが、それはそれでとても楽しみです。ありがとう、牧野高原キャンプ場さん。また来ます。視聴者の皆様も最後までご覧くださりありがとうございました。これから暖かくなるにつれて行ってみたいところややってみたいことがまだまだたくさんあるので、動画をどんどんアップしていきますので応援よろしくお願いします。チャンネル登録とグッドボタン、コメントなどもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。